ちは。今回はまたですね、在庫糸を消費しようということで、こちらですね、かなり前に、ホビーという海外のサイトで買った大玉の糸です。クッキーという糸ですね。実はこの、糸がですね、6玉ぐらいあります。かなり大きな、糸なんですが、どのくらいあったかな。 100% アクリルの糸ですね。 200g で 600m あります。めちゃくちゃ長い糸ですね。そして、カラーがね、かなりショートピッチでいろんな色が出てくる可愛い糸なんですけど、使わないまま、結構保存したままだったので、こちらのね、ブランケットを編んでいます。最初に出てきたこのピンクとかね、ド派手な色が入っていて可愛い。こちらはね、今見たのとは違う糸ですね。半端な糸があったので、それを先に使いました。そして新しく、こちらのね、グリーン系かな、水色とかも混じっている糸を使い始めているところです。カラーナンバーは46219番で、この真ん中に最初に使った糸がまたね、もう一つあるので、これがなくなったらまたこっちの色を使って交互にね、使おうかなと思っています。この今緑系の方もところどころね、明るい、暖色ですね、オレンジとかが入っているので、ちょっとあんまりその真ん中から使った糸と変わりなく編めていると思います。めちゃくちゃなんて言うんだろう、いい感じなね、すごくいい感じにね、育ってきています。これはね、靴下編んだりカーディガン編んだり、動画を作って一休みする合間とかね、ちょっと気分を変えたい時にちまちま編んでいたんですけど、鎖編みと細編みを交互にね、編んでいくヨネ編みですね。ヨネ編みで合ってるよね。ヨネ編みをして編んでいます。で、よくね、海外のすごく長いドラマを見るのが好きで、ネットフリックスでいつもね、海外ドラマを見ながら、夜はベッドで背もたれにクッションを置いてですね、座りながらずっとドラマを見ながらね、編んでいるんですけど、簡単なんですが、もしこちらの糸をね、持ってるけど使ってないという方とかね、あとは、100均の糸でもね、こういうグラデーションの糸がたくさんあったと思うんですけど、在庫でね、抱えている方一緒にね、消費していけたらなと思うので、簡単に説明していこうと思います。自分のね、編み物メモとしてもね、残しておきたいので、編み方をさらっと説明します。こちらのブランケットは25目でね、編んだはずだと思います。23目だったかな。作り目は奇数目で作っていきます。ちなみに、このクッキーのこのブランケットは7号針で編んでいます。作り目は奇数目。ここでは7目で説明します。1,2,3,4,5,6,7目。7目鎖編みをしたら、鎖を1回で立ち上がります。立ち上がったら針から数えて2つ目の鎖、向こう半目1本ですね、1本に針を入れて細編みを編みます。細編みが編めたら鎖を2目で角を作ります。そして今入れた目に同じところに細編みを1つ編めたら、鎖を1回1目飛ばして次の目に1本だけ取って細編み、鎖を1回して1目飛ばして次の目
1本だけ取って細編み、鎖を1回、1つ飛ばして最後の目ですね。最後の目1本だけ取って細編みを入れて角を作ります。鎖2目、そして同じ目に針を入れて細編み、これ真ん中の細編みです。真ん中ね、ここになります。そしたらまた鎖を2目編んで、今度はこのように向きを変えて、今ね最後に入れたところと同じところなんですが、鎖編みで作ってきた作り目の残り1本の方に針を入れて、糸端を編みくるんで針の上に乗せて細編みを編みます。はい、鎖2目が角になりました。ではこの後糸端を編みくるんで進んでいきます。1目飛ばして次の目に、鎖残り1本だけですね、半目だけ、裏山は取らずに1本だけ取って細編み、ごめんなさい、鎖1を忘れてましたね。細編み編んだ後鎖を1回編んで1目飛ばして次の目の1本だけに針を入れて、糸端は編みくるんで細編み、鎖を1回1目飛ばして次の目、糸端編みくるんで細編み、鎖を1回1目飛ばして次の目に細編み、そして最後鎖2目で角は作らずに針に糸をかけて最初の細編みの頭に針を入れて、これ最初にマーカーつければよかったですね。最初のスタートの目マーカーをつけると分かりやすいです。針に糸をかけて最初の細編みの頭に針を入れて糸を持ってきたらかけて3本一緒に引き抜いて中長編みを、最後は鎖2目で角を作るんではなくて中長編みをする。そして、これね往復編みで編んでいます。次の段に行くんですが、鎖1で立ち上がるところを、立ち上がりはなしでこのまま編み地をひっくり返します。でこれひっくり返す前にこの中長編みのところにマーカーをつけておくといいかもしれないですね。今編んだねこの中長編みの足の部分というんですかね、つけておきます。こんな感じ。そしたら編み地をこのまま、立ち上がりをせずにひっくり返します。これに糸端は後で糸始末しますね。で、立ち上がりをしないでこの今作った最後に作った角ですね、ここにそのまま針を入れて糸を持ってきて細編み、鎖を1回したら前段の細編みは飛ばして次の鎖1のちょっと見えにくいですがスペースがあるので鎖1を編みくるむように細編みをします。で鎖1細編みを飛ばして鎖1の、丸ごと細編み、鎖1一つ細編み飛ばして鎖1を編みくるんで細編み、鎖で次角なので鎖2目の角があるのでここに細編み、鎖2目で角を作ってまた同じこの角に細編みを入れます。鎖2目の角には細編み、鎖2目細編みですね。そして鎖1で前段の細編みを飛ばしてまた次の角に細編み、鎖2目
向きを変えて同じ角のところに細編み、鎖1、細編み飛ばして鎖に細編み、鎖1、細編み飛ばして次の鎖を編みくるんで細編み、鎖1飛ばして細編み、鎖1、次角ですね。細編み飛ばしたら角に細編み、鎖2目で角を作って同じスペースに細編み、はい。で鎖1したら真ん中の細編みを飛ばしてマーカーのついているところね、角です。ここに細編みで、最初の細編みの頭がここにありますので、ここもごめんなさい、マーカーをつけた方が分かりやすかったですね。針に糸をかけて最初の細編みの頭に針を入れて中長編みを編んでつなげる。はい、マーカーを外して、これのねずっと繰り返しをしていきます。立ち上がりをせずに編み地をひっくり返してね、この角にすぐに針を入れて細編みを入れて鎖、ずっと繰り返していくんですけど、マーカーのつける位置がちょっと大事かもしれないですね。私はこの最後つなげる時の中長編みの胴体ですね、足のところにマーカーを入れておいてひっくり返す。角に針を入れて細編みで、細編みにもマーカーした方がいいですね。最初の細編みの頭にマーカー、鎖、細編み飛ばして細編み、鎖飛ばして角に細編み、鎖2目、同じ角に細編み、鎖1飛ばして次に細編み、繰り返しです。最後つなげてひっくり返すところがねちょっとややこしいかなと思うんですけど、これなんでひっくり返すかというと、ずっと表を見ながら同じように編んでいってもいいんですが、どんどん遮光していってね、編み地が歪んできてしまうので、往復でねひっくり返してひっくり返して編んでいます。はい、3段目かな。今最後の方まで来たので、中長編みの胴体につけたマーカーがあります。ここが角ですね。最初に細編みをもうすでに入れているので、残りの細編みを1つ入れてマーカーを外して針に糸をかけて、最初の細編みの頭、マーカーがついています。ここに針を入れて中長編みをしてつなぐ。中長編みしたら先ほど取ったマーカーをまたね付け直しておくと分かりやすいのかなと思います。はい、こんな感じで、繰り返しどんどん、ごめんなさいカメラが揺れちゃった。とってもゆるゆるな動画ですが、これをね繰り返してこんなね感じの、ブランケットどこまで大きくしていくかは、このクッキーを全部使い切ろうか、途中でね、満足いく大きさまでいけばねやめるのかちょっとまだ未定なんですが、このように、編んで大きくしていって在庫を消費していますというね動画でした。いろんな糸ねたくさん皆さん在庫としてね抱えていると思うので、簡単にね無心でガンガン編めるものがねあればね消費しやすいかなと
思ってこのね編み方をしているので紹介させていただきました。よかったらね参考にして編んでみてください。ちょっと面倒だけどこういう感じのショートピッチのねグラデーションの糸がない場合、いろんな糸を持っている方は一段ごとにね色を変えていろんな糸をミックスして編むのもちょっと派手革というかね細かい模様なので馴染みやすくて可愛いんじゃないかなと思いますね。よかったら参考にしてみてください。まあ完成はいつになるかわからないんですが、もし出来上がった時はまたどこかでねご紹介したいなと思います。はい、それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。